ようございます。ということで今日は日野にあるディスターコーヒーさんに、お邪魔をしております。このディスターコーヒーのオーナーでもある文谷さんの、車両紹介をさせてもらおうと思っていて、今日は彼のナックルをここでちょっと撮影をしてもらって、でその足で原宿に向かって、文谷さんのショップのドッグを見させてもらおうと思います。で文谷さんのナックルは僕がこのボバースタイルにするきっかけにもなったバイクなので、個人的にはめちゃくちゃ楽しみにしていますということで、やっていきたいと思います。いえいえ、ありがとうございます。じゃあ文谷さんお願いします。鶴巻文也です。 HW ドッグっていう帽子屋を経営していて、あとエスプレッソをメインに扱ったディスターコーヒーっていうコーヒー屋さんやってます。よろしくお願いします。ちょっとね後でドッグもカフェの中もね見せてもらおうと思ってますが、ちょっと今回はこの文谷さんのナックルを紹介させてもらえばなと思います。はい。でじゃあちょっとこの車両について簡単に教えてもらえますか。これは1940年 EL ナックルヘッドです。車両はホグホリックでガクさんに一から作ってもらいました。特徴でいうとフェンダーが当時オリジナルの折りペンされてるフェンダーなんですけど、後ろこう外したやつじゃなくて前カットしてこう詰めてるんですよ。へえ、あ、そうなんですね。それが割と面白くて、ここだから完全にカットされてるんですよね。珍しいですね。でよく見るとここがカットされてるの分かると思うんですけど、なんでそういう切り方したんですかね。もうレース仕様になってたからだと思うんですけどね。こっちから見ると結構この辺えぐれてたりとか。あ、そうなんだ。はい、で折りペンがこう白いラインが当時入ってて、これを生かしてタンクの方もこれでも後塗りなんですよ。こっちは。あ、そうなんですね。こっちの折りペンに合わせてちょっとこう加工してもらって、40年選んだ理由もそのワンイヤーっていうのと、あとこのキャッツアイのここがどうしても欲しくてっていうか探してて、40年はじゃあもう結構40年でお願いしますっつって作ってもらった感じなんですか。いえ、ハーレー・ダビッドソンで初めて乗ったのがこの車両で、ナックルヘッドに憧れてとりあえずナックルならみたいなので、それこそいろんなバイク屋さんを探した中で僕はなんかそのガクさんの作るスタイルとか、センスとかに惹かれて、もうこの人にお願いしたいなっていうので、まずそのガクさんのとこ行ってお願いして、じゃあ今ナックルだとどういう車両ありますかって言って、この40年と確か39年だったかな、だったらエンジンとフレームでマッチングしてるやつあるよっていうので、そんな中どういう感じの車両作りたいのっていうので、僕も全然詳しくないんで、僕がかっこいいって思う、画像を集めて、写真を集めて、とりあえず片っ端から送ってってこういうのがいいです、こうです、ここはこうがいいですとか、そうだから僕がお願いしたい車両がそのガクさんの中ではチョッパーとボバーを混ぜたチョバーって言われる車両だったらしいんですよ。でそれでそれだったらでちょっとこういうスタイルになってって、最初なんかメッキされてるもので仕上げようとしてたらしいんですよ、40年。それこそタンクとかも40年でマッチングしてて、当時あえてそういうメッキされてる車両っていうかパーツがあって、それで作りたいんだよねみたいな話はあったんですよ。で僕黒系が良かったから、いやでも黒いのがいいんですよねって言いながらこう話してったら、こう作っていく段階で徐々にこう見えていくじゃないですか、形が。だからなんか毎週のように行って、あ、そうなんだ。ちょっとこういうところがメッキだったりとかあるんですよね、ところどころ。そういう部分は生かしながら、そういう意味ではなんか面白い車両ですよね。メッキだったら多分全然印象違いましたね。全然違ったと思う。それでかっこいいのは間違いないんですけど、1台目だし、でも納車されてからちょっとこうハンドル変えたりとか、
シート破れて張り替えたりとか、うんうん、この辺後からつけたりとかはあるんですけど、はい、ほぼほぼ岳さんがもう完全にフルオーダーでお任せした感じです、結構あれですね、純正度高いじゃないですか。純正パーツもたくさんついてて、その辺も依頼としてはそういうことをお願いしたんですか？そうですね。ハンドルとかはどういうのがついてたんですか？最初はそれこそ現行のグランダースの1番とか、はい、もう少し低いやつがついてて、なるほど。それこそ最初だし、この辺のシフトレバーとか、初めて乗るには難しいでしょっていうところで、僕もそこは、ハンドル後から変えられるからっていうのもあったし、でデザインとかスタイル的にも普通にかっこよかったんで、それで乗ってて、やっぱ乗っていくうちに、それこそさっきそのホグのメンバーでこうツーリング行った時に、みんなやっぱ後ろ姿とかっこいいじゃないですか。チョッパーでやーなってて、やっぱそういうのにも走ってて思うこととかがたくさん出てきて、でそれで追加でちょっとハンドルもちょっと高くしたいとかで、その時たまたまそういえば全然今まで仕事してて入ってこなかったんだけど、そのグランダースの2番インナースロットルで入ってきたわみたいな。何ですかそれ、話聞いて、それつけさせてくださいみたいな。本当はなんか自分の車両につける予定だったっぽいんですけど、そうなんですね。それをなんか譲っていただいて、インナーは昔からなんか憧れがあったんですか？いや、特にその憧れっていうのはなくて、正直そのアウターでも良かったんですけど、割とこうボバーのスタイルで、それこそオリペンでとか、昔の仕様にこう徐々にこう近づいていった時に、やっぱインナーにした方がドレッシーでいいかなみたいな。スプリンガーも純正の最初からこれつけてもらってたんですか？そうです。それこそ最初は金額的にはまらなくて、そうですよね。こんだけねいいパーツついてると。でそのスプリンガーホークにするかキャッツアイのタンクにするかどっちかだなっていう感じだったんですよ。スプリンガーつけたかったからつけたら、だから最初はキャッツアイじゃなくタンクもそういうなんかスポーツスターのタンクつけてとか、なんかちっちゃいタンクつけてジョッキーにしてもう少しそのチョッパー寄りだったんですけど、やっぱどうしてもつけたいなっていうので。じゃああれですか、予算はちょっとオーバーしたけど。かなりオーバーしましたそうですよね。いや、わかります、気持ちは。僕もスプリンガーだけは絶対純正が良くて、僕もオーバーだったんですけど、ちょっとでもやっぱついてると見た目全然違うし、こんな古いものでも乗ってても割とこう希少価値が上がっていくものじゃないですか。そのお金に関してはしょうがないかなっていうので、これフェンダーとか最初ついてなかったですよね。そうですね。このフェンダーも最初なしで、だからもっとそれこそチョッパーっぽかったっていうか、やっぱ雨の日とか走ってると飛んでくるじゃないですか、そういうのもあったし、なんかつけたくなったんですよね。結構じゃあ純正に戻していきつつっていう、ある。でこれもカットされてるんですよ、後ろに合わせて。だからなんかそういうのがうまいですよね、バランスを。すごいな、これ別物なんですもんね。別の車両のやつなんですもんね。もうそうですそうです。しかもこの辺とかはオリペンのがあったから見ながら当時塗って仕上げてくれてたと思うんですけど、こっち後からで仕上げる材料とか見本も何も僕これ乗ってたから、で上がってきたらこれも出来上がってて、すごっじゃあこれつけるねみたいな感じで、色のバランスとか加工感とかまんまっすもん。いやもうまんまっすよね。最初からついてたみたいな。最初からついてたのかね。ホイールはねもともと黒で、これだいぶ剥がれちゃったんですけど。そうなんだ。最初真っ黒だったんですよ。こっちのリアの感じですか？そうです。でこれは当時のオリペンなんで、当時のものなんで、なんか変にまた黒く後から塗るんじゃなくて、そのままにしちゃってるんです。そうですね。いやこれはこれですごいかっこいいですよね。いやすごいな、フミヤさんの車両マジで純正パーツ盛りだくさんですね。ね、かなり豪華っすよね。なんか
その辺のことも言ってたんですよね、はい、当時40年はいはいはいは産後だから、はい変えない方がその当時のスタイルだからって、で結構かぶったりするんですけど、はい、で周りの人とかもここ変えたらもうすぐ走り良くなるよって言うんですけど、まあ、ガクさんも別に変えたかったら変えてもいいけど当時はまあこれだったからねみたいな感じで。なるほど。じゃあ文也さん、車両紹介ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。